こう変わっていく、本当だ。というタイプのワークになります。はい。ほう。面白い。なんか最後の方は完全に、離れない。おすこんにちは、空手加工芸です。今回はもともと Facebook で流れてきたショート動画をきっかけで、知った合気の身体操作を使って、指で相手を倒したりとか触れている相手を崩したり、ちょっと一見すると怪しそうにしか見えない、技術をですね、しっかり理論立てでボディワークとして指導、しているですね、アイキックスの、尾関こと尾関直人さん、すいません、よろしくお願いします。はい。お願いします。よろしくお願いします。はじめましてです。はい、よろしくお願いします。と申します。あれなんですよね。偶然なんですけど、結構近くに住んでたっていうことが判明して。そうですね。車で30分ぐらいですね。もともとあれですね。僕自体は最初本当 Facebook で流れてきたショート動画で、なんか面白いことしてる人いるなって一回見たら、それがきっかけでAI が認識して同じ動画をどんどん違うやつ出してくるんで、思わずこう見てて、こういう人いるんだって、面白い体の使い方されてるんだなと思って見てたら、まさかのYouTube でちょっとコメントいただいたことがきっかけで。やり取りして、あれ近いんですねっていうことで、今回ちょっとせっかくなんで、僕も気になってたんで、ちょっと今回コラボさせていただこうかなと思ってですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにあれなんですよね、僕基本的に習う人のことを先生付けで呼ぶんですけど、なんかこの先生って呼ばれたくないみたいな系の、割とそういうところがありますが、今日はさっきさん付けだったんですけど、尾関先生って呼んでも大丈夫なんですか？できれば尾関が尾関でもしどうしても武道家の方でいらっしゃいますし、先生つけたいということであれば、尾関先生とつけてもらえると呼びやすければ。そっちなんですね。基本的にはその方は呼びやすいようにいいですけども。なかなか途中で僕が名前がいろいろ変わるかもしれないですけど、自由に呼んでいただければよろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに、今日せっかくなんで、最初なんかちょっと、実際に技を、体験してからなんかちょっと、それをどうしてたのかっていうのを習っていきたいなって思ってるんですけど、なんか分かりました。じゃあ一番初めにちょっとなんか面白いげなのをやって、そこからご説明みたいな感じでいきたいと思います。お願いします。お願いいたします。じゃあお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速ですね、ちょっと一番面白い感じなのは、手がくっついたりする系のやつが面白いので、こんな感じで構えていただいて、足は足このまままっすぐに立って構えていただいて、でここに手を乗せますよというワークですね。説明なしに言いますか。とりあえずいわゆるこの緊張とか力みで体重を乗っけてきた時に、先生絶対崩れないですよね。引き込もうとしても体幹がぶつかりますし、全然影響を与えないと思うんですけど、ちょっと皆さん説明なしにちょっとずつこの体を我々がアイキックス状態と言っている状態にこう変化させていきます。こうそれからこの立ち方がこう変わっていく。本当だ。というタイプのワークになります。こう変わっていく。本当だ。というタイプのワークになります。面白い。なんか最後の方は完全に、離れない。そうですね。で、ここどうご説明するか悩むところなんですけど、この場が、今先生がこうアイキックスなんだろうと思ってくださる場っていうのはものすごく大事で、もちろんこれ試合の場ではないので、話そうと思ったら話すっていうの結構大事なんですけど、なんだろうこれと思って体感しようと思うと楽しめるっていう、そこが武道とエクササイズの違いです。これ明らかに実践ではありえないおかしいシチュエーションですし、そういうことは一体無視して身体操作の遊びとしてもう一回いきます。ここでこの力みがあったら何にも反応がなくて、特にこう重心も崩れていらっしゃらないところが緩んで、こちらの全重さ、僕の重さがなんとかここに伝えられるような使い方がありまして、それがここですね。でさっきちょっと引いたんですけど、ここからもう少し、今つま先重心になっちゃってる。そうですね。
おもろありがとうございます。はい。こんな感じの枠をやってると。あとじゃあ似た感じで、今のはその我々その自分の筋力をなるべく使わないで重力を使いたいという考え方なんですけど、これ乗ってますので。なんとなく重力ってこっち行くイメージなので、筋力をやめて重力、重さが入ったのかなと想像ができるんですけど、こうなりますと、この重力ってこっち行くので下に行くと思うんですけど、ここでですね、これでパワーでまた当てた時に何も起こらない。で手先で動いたら手先に反応していくんですけど、その手先のなんていうの、手先の動きじゃないところをつなげて、こういうところからだんだん力みが取れてくるんですね。全身が一つにまとまってくると、こういう感じでよよ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 、つながっちゃった。はいはい。ほう、なんか途中で完全になんかつながった感が出てきたな。そうですね。でこれも途中でその試合モードになったりして取ろうと思うと取れるんですけど、なるほど。体としては僕の考えは気持ちがいい感じなんですね。これが何もなくて、例えばこういうふうにやられた時のなんか体感感と、ここがこうつながっていった時、よく感じてなんか気持ちいいなみたいなのがあるので、特に武道とかされてて体のセンサーいい方の方が、この方がいいかなという感じになって、対抗心が抜けていくみたいな、理想論でいうとそういうところを考えているとですね。なるほど。確かにそうか。これ無理やり切ろうって意識すれば切れるもんだけど、なんか自然の流れに任せてるとそうなっちゃうみたいな感じなのかな。そうですそうです。はいはい。やっぱり武道っていうか催眠要素も結構あるので、ここ楽しもうぜっていう感覚だとなおさら楽しめる。はいはいはい。これでも、やられてみると不思議。はいはい。これはあれかな、できるのかな。これちなみにじゃあ、あれですかね、これをなんとなく僕ができるようになるような、なんか教えてもらって。もちろんです。でこれが割とうちの講座の中でも中級超えぐらいな感じのところでちょっと難しくなってくるんですね。で体幹を使ったりするので体幹系のワークの方がまず簡単で、だんだん先端に行くと、さっき言ったこのちょっと変な言い方をしますと、この重力を吸い上げて使いたいので、例えば腹まで来たけど肩が止まっちゃうとここでエネルギー止まっちゃいますし、ここまで使えてるけどここで力みがあると止まっちゃうので、先端系のワークの方が難しいんですよね。なのでまず体幹系からやって、その辺は結構ステップ組まれてますので、順番にお伝えできればと思います。じゃあお願いします。ではですね、一番スタートにアイキックスで必ず一番最初にある後ろゴロンっていうシンプルなワークがありまして、これで我々の特化しているとその武道じゃなくなって強さっていうものをほぼほぼなくしてしまったので、逆にその脱力っていうところに特化しているんですね。で現代人の方はその武道家の方とかスポーツやられる方のみならず、結構こうなっちゃって抜けないという方が多いので、そういう方向けに体幹の脱力を体感してもらうっていう練習をしてます。それが後ろゴロンになります。はい。じゃあ先生、こちらどの角度が見やすいですか。この斜めぐらいに立てていただいて、で僕あぐらになりますので肩に手をかけていただきたいんですね。僕の肩に両手で。そうです。はい。でここから後ろに倒れていきますので、止めていただきたいんですけど、でわざとうまくいかない状態をちょっと作ってみると、いわゆる呼吸が止まってしまって肩肘に力が入るっていう状態が、いろんな物事がうまくいかない時の状態ってこんな感じだと思うんですけど、このまま背筋力を上げていってぶつけていくと、もちろん先生の方がパワーも何倍も強いですし、どう考えても後ろいけないんですね。でここから、体幹部、胸、腹、背中、腰、股関節全力を脱力していますので、そのまま同じ力で押さえ続けていただいてよろしいでしょうか。こう固めて、この以上は無理ですけど、中から抜けてくるとという感じです。はい。よく僕はご説明するのが、例えばですけど50キロぐらいの棒だったら誰でも支えられるんですけど、チェーンだと持ちにくいですよね。棒が急にチェーンになったとか、氷が急に水になったみたいな感じで倒れる。で、体幹部を全部抜くっていう練習になってます。これをぜひやっていただきたいということですね。はい。僕がこれはあぐらみたいな感じです。これまた難しいのが、我々がいつもそのワークがうまくいくいかないの、結果にフォーカスしないでください。例えば今回は男性同士ですけど、女性の方が抑えると世界王者の
背筋で多分倒せることはできるんですけど、それだと意味がなくなっちゃうので、こう重力を感じられるかどうかっていうので、やっていきたいと思います。とりあえず僕もせっかくなんでこの足をしっかり構えまして、こう構えるので、息を止めていただいて、でぐっと止めた状態で肩肘を張って背中を反らせるように後ろにちょっと倒れていただきたいんです。やっぱりパワーがすごいですが、なんとかここで引っ掛けて止めることが可能かなと。でここから骨盤、背中、胸、腹全部一気に息を吐きながらはーっとだらんとしていただくと、さっきみたいに重さが入ってくるはずなんですが、今まだそんなに重さが来てないんですね。知るんですけど体重どれぐらいありますか？79、80と換算すると上半身40ぐらいあることになるので、それにしてはここにかかってないのが、先生が無意識の中で、姿勢筋をしっかり緊張させて倒れないようにされているということですね。でそれを観察して中に緊張があるのを見つけて倒れてみようというのが、僕らのコンセプトっていう感じですね。でもう少し後ろに倒してみますので、でここでご自宅のこうソファーとかベッドに疲れたできて、もう今日は結構やりきったみたいな感じで、そうですね、今一瞬抜けましたよね。この感じ、いいですね、だんだん重くなってます。で胸腹全部観察していただいて、おそらく背中ですね、背中がもっと丸々かと思います。脱力すると、そうですそうです、いいですね、どんどん来てます。このまま息を吐いていただいて、いろんなところどんどん抜いていただいて、でそのまま首だらーんとして一回休みます。これで戻っていただきまして、で最後の状態のところまでできれば一瞬できないということですね。で筋肉の緊張は初め入ってて、だんだん、深く早く抜くように抜くことができるようになるので、それが我々がやってる練習ですね。で一回力抜く感じが分かる、さっきのところに行けばいいんだということで、もう一回支えてますので、また息を吐きながら、そうですね、そうですね、さっきより全然重さが入ってます。 OK です OK です。でこれ面白いのが、今ちょっと後ろに行くっていう意識があるので、首が後ろに来られたんですけど、首って力抜くと基本的に前に落ちるんですね。でこっち今これ後ろに反ろうとこっちが入ってるってことなんで、これ抜いて前にガコンって落として、そうですね、これを支えて、これまあだらーんと一回言っていただいて、またここに一瞬で行くんだよって体に覚えておいて戻っていただきます。でこれ人によって、イメージでこの間もご自宅のソファーにどうぞって言ったら急に緩んだ方とか、温泉だったら緩めるとか、緩める場所をイメージによってできる方もいらっしゃいます。このままいきます。ここからもうさすがですね、どんどん重く、さっきのこの感じです。息を吐きながらとだらんとしていただくと、さっきみたいに重さが入ってくるはずなんですが、ここからもうさすがですね、どんどん重く、さっきのこの感じです。これが後ろゴロンという基本の機能です。で、いわゆるインナーマッスル、背骨の周りのちっちゃい筋肉とかで姿勢保ってるんですけど、もうインナーになると入ってるか入ってないかもうわからないんですね。むしろ、ほとんどの方が無意識に入ってるので、これが入ってないが分かると入ってるも分かるようになって、コントロール性も高まってくるというので、これを結構ゴロゴロやりながらやってます。姿勢筋の力を抜くって普段全くしないですもんね。そうですそうです。なるほど。試合中ではありえないですし、日常生活においてもそうですね。もちろん寝てる、危険ですからね。寝てないと。寝てる時には抜けてるんですけど、なんかその感覚でやってないので。なるほど。そうか。姿勢筋なんて基本的に脳が勝手にやってくれるもんだから余計ですよね。そうですね。なので僕が思うインナーマッスルが髄位筋と不髄位筋の合いの子の感じがあるんですね。つまり心臓だったらコントロールできない。これはコントロールできる。インナーはコントロールしていくと不随の部分がかなり髄に寄ってくるので、体が自在に使いやすくなってくるという感じです。なるほど。そうするとこれをやれるようにまずしていって、他のところもできるところ増やしていくみたいな感じですか？そうですそうです。ちょっと一回ごめんなさい、抜きますね。よかったらデータを送るので編集の際に使ってもらうと説明が分かりやすいかと思って持ってきたのがですね。本当やね。
アイキックスでインナーアウターマトリックスと言っているのがあって、で、その外の柔らかい外のアウターマッスル、見えて触れるところはなるべく柔らかく、で中の筋肉だけ指先まであるんです。体幹にもあるし指先にもあるインナーを使うとさっきの不思議技ができるよということなんですけど、と考えているんですけど、この縦軸がインナーマッスルがオンなのかオフなのか、で横軸がアウターマッスルでオンなのかオフなのかなんで、さっきの良い状態っていうのはここになるんですね。で実はさっき後ろ転んで練習したのはまずこのダラダラ状態といって、アウターもインナーもどっちもオフになってる状態を作ってて、日常生活ではこの活動できない、ただ休む時にすら全然休めない方もいるので、まず1回全部オフにしてからインナーを使おうっていうのが僕らの考え方で、こういうルートをたどってここのいい状態を作っていきたいと思ってるんですね。で僕が思う、例えばそれこそ武道とか格闘技の方はまずこっちに行こうと、そしたら試合勝てないじゃないですか。こっちに行って年を取る時にだんだん力を抜けてここに行くっていうなんか達人の道みたいなのがあると思うんですけど、僕痛いのも嫌いですし、うちの生徒さんたちほとんど格闘家の方いないので、こっちのルートの方が安全に行けるみたいな感じでさっきここをやっていただいた。で全部なしになるとそこからインナーを立ち上げ感っていうのが分かってくるので、そこをお伝えできればと思います。お願いします。これちょっとこの後どこでもいいので押さえていただいて、僕座る状態に行きますので、ここからは絶対無理、となるとここは行かないで動くところが力抜るへえ感じで押さえどころがなくなってくるそうね、赤ちゃんが寝た状態から座っていって立っていくところを再現しようというのは、実はコンビネーションの練習って大切な部分に気づかないことで、せっかくやっているミット練習が実践では全く使えない残念なコンビネーションになってしまっているっていうことが非常に多い練習だったりします。というか僕自身がそのせいで若い頃ミットであれだけ練習したのに全然試合で出せなかったっていう経験をたくさんしていました。